どうも。クリスちゃんから代打頼まれたから来たんですけど。今動画を見ている君たちは魂が闇の世界でクリスと分離できないことを突っ込まないでくれよな。よろしくお願いします。今回はみんな大好き TV ディナーを作っていきます。動画編集めんどくさいからそうしたいのは山々ですけど、企画倒れになるので今回は再現料理となります。じゃあまず料理作る前に、みんなに TV ディナーについて紹介するね。TV ディナーは HP100 回復する回復アイテムで、説明文ではレンチンフードだと紹介されているよ。この回復アイテムには元ネタと思わしきものが存在してまして、それがこの TV ディナーです。名前全く一緒だからそうとも捉えられるね。でこの TV ディナーは昔からあるものでして、中身はハンバーグ、チーズマカロニ、コーンやインゲンなど様々な料理が構成されたワンプレート食品なんです。テレビを見ながら気軽に食べられる料理としてアメリカで親しまれ、TV ディナーを食べるための机まで当時はあったようです。料理をしなくともずっと TV に熱中して見られるという点から、手名のテレビをずっと見てほしいという気持ちを感じられますよ。ちなみにこの料理あまり美味しくないらしいんですけどね。そうだな。軽く元ネタを説明したところで次は TV ワールドの TV ディナーの中身について考えていくよ。実は TV ディナーはセーブファイルの位置ごとにアイテム説明が変わっていて、今日のセーブファイルは大好物のパイの巨大なかけらが載っているという記述があり、真ん中のセーブファイルは尖った鼻を模してアイスのコーンが置かれているという記述、下のファイルには顔の形をしてないビーガンステーキが載っていると記述してあります。また、共通している文章ではテレビの形をしたレンチンフードと記述があることから、プレートはテレビの形を模してるものと考察できます。そうですね。今日のセーブファイルに書いてあったクリスの大好物のパイはおそらく、チャプター1でトリエルが作っていたバタースコッチシナモンパイの可能性が高いですね。なのでパイのかけらのところはバタースコッチシナモンパイを作っていきます。また、下のセーブファイルに存在しているヴィーガンステーキは、光の世界では野菜ステーキや豆腐ステーキなど様々なものが存在しています。元ネタのTVディナーに入っていたハンバーグステーキが一番それっぽくなると思ったので、大豆ミートのハンバーグステーキを作っていこうと思います。真ん中のセーブデータにあったアイスコーンは自作は難しいと判断したため、市販のアイスのコーンを使用します。最後に TV ディナーに使用されている食材として、ビ謎の青い卵が使用されているとの噂があるので、今回使用する卵すべて食用の着色料で青く染めたものを使用していきます。ちなみに食用以外のもので卵を塗るのは大変危険なので絶対にやめましょう。怖すぎ。とりあえずまとめに行きます。これらの説明と元ネタを踏まえて内容を考えていきますと、まずプレートはこんな感じで、ヴィーガンステーキが盛り付けてあり、サイドにクリスが好きなパイであるバタースコッチシナモンパイ、そして真ん中にアイスのコーンを添える。だいたいこんな感じですかね。確かに、では冷食の枝豆も添えておきましょう。内容も考えたところだし、実際に作っていきます。それじゃあ早速作っていくよ。まずはヴィーガンステーキを作ります。材料はこんな感じです。オニオン酸です。ではまずオニオン酸をみじん切りしていきます。はい、切ったものがこちらになります。おっと失礼。ではみじん切りを簡単にできる方法は概要欄にリンクを書いておくね。包丁の扱いに慣れてない人は、手間の腕みたいに指を
を切らないように気をつけてね。まあみじん切りなんてめんどくさいんで分分チョッパーとかでもいいと思うんですけどね。いえ、なんでもないです。話を戻して次はみじん切りした玉ねぎに火を通していきますよ。自分は火が通れば何でもいいですが、せっかくなので飴色を目指します。片手でカメラ持ってるんだからしょうがないよね。玉ねぎ飴色にしたところで、さらに移して粗熱を冷まします。準備ができたところで早速材料を混ぜていきましょう。大豆ミートをボウルに入れておき、そこに塩、胡椒、カレー粉、コンソメを少々、パン粉、牛乳を大さじ1入れてよく混ぜてね。目分量でちょっと入れてる。ごめんて。あ、そうだ。そういえば卵入れるの忘れてました。気のせい。卵を溶いて入れたらよく揉んで混ぜます。いい感じですね。できたら形成していきます。形成してる時はいい感じなんですけど、置くとだんだん崩れていくのでこの時結構心配してます。成形を終えたところで、ハンバーグを焼いていきます。まずは片面をこんがり焼いていきます。焼けたらひっくり返します。いえ、成功してます。ひっくり返したら火を弱くして蓋をして蒸しながら火を通します。火が通ったら焼き目ついてるか確認しましょう。焼き目がついてたらハンバーグの完成です。焼いたハンバーグは置いておきましょう。次はハンバーグにかけるデミグラスソースを作るよ。今回はこれ使っていきます。だっていちいち作るのめんどくさいじゃないですか。これ再現料理ってだけで特にスキルは求められてないと思うんで、既製品めっちゃ使い倒しますよ。作り方は簡単。水150ミリ弱とワイン50ミリぐらいと、この缶を一緒に入れてグツグツ煮込むだけ。完成したので、後でハンバーグと一緒に盛り付けましょう。次に作っていくのはバタースコッチシナモンパイです。材料はこちらです。取り忘れましたが、これ以外に牛乳とバターとホイップクリームを使用してます。まあ、冷蔵物だから多少はね。パイを作る前に必ずオーブンを予熱しておきましょう。自分は200度で15分ぐらいやりましたが、おのおの好きな時間で焼いてください。余熱のセットができたら、パイの土台を作ります。タルト型に半解凍のパイシートをかぶせて、型の形に馴染むよう調整します。そしたらいらない角の生地を切り離して型の形に成形していきます。切り取ったらパイにフォークで穴を開けます。穴を開けたら上にクッキングシートを敷いて重しとして小豆を敷きます。セットできたらさっき言った時間で焼いていくよ。焼けたら冷まして粗熱を取っておきましょうね。次はパイの中に入れるフィリングを作っていくよ。まず耐熱ボウルに生クリーム100ミリと牛乳200ミリを混ぜ合わせて、レンジで 1,2 分ほど加熱します。加熱してる間に鍋に3温糖 50g、水を大さじ1入れて火にかけます。吹いてきたら火を弱くして無塩バター50具加えて溶かしながら混ぜます。そうだね、バターがたくさん入っているから、フィリングの味に深みが出てると思うよ。バターが溶けてきたら、レンジで温めてた牛乳と生クリームを2回に分けて入れ、泡立て器で混ぜます。沸騰したら火を止めてこの鍋は一旦置いておきましょう。ボウルに卵黄3個、コーンスターチ大さじ2、シナモン小さじ1入れて泡立て器で混ぜます。混ざったらさっき調理してた鍋の液を半量をボウルに入れてさらに混ぜます。混ざりきったらボウルの液体を鍋に全量戻してさらに混ぜます。混ざりきったら火にかけて、底が焦げないようにしっかりかき混ぜてね。あ、ここ泡立て器使ってるんですけど、ゴムベラの方がいいと思います。まあ焦げつかなかったから許して。あ、とろみがついて手に抵抗を感じてきたら火を止めてね。これでフィリングは完成です。
そしたら最初に焼いたパイに、完成したフィリング流し込んで平らにしてね。今はパンなどの生地を切り分ける道具を使ってるけど、ケーキにホイップクリーム塗るときに使うペインティングナイフの方がやりやすいと思います。平らにできたら粗熱取って冷蔵庫で2時間冷やすよ。2000 years later。この時点でうまそう。ホイップクリーム乗せて仕上げていきましょう。いい感じに平らにできたらバタースコッチシナモンパイの完成です。作るものは全部完成したのでプレートに盛り付けていきましょう。盛り付ける前にちょっと器についてお話ししますね。これはダイソーで購入したワンプレート皿で、100円で買えます。ただこれだと考察していたテレビの形をクリアできないため、アンテナ部分は印刷したもので代用することにしました。器が準備できたところで盛り付けに入っていきます。バタースコッチシナモンパイをプレートに乗る大きさに切り取って盛り付け、ハンバーグとデミグラスソース盛り付けて、アイスのコーンをプレートの真ん中になるように置きます。最後に寂しいところに枝豆を盛り付けたら、TV ディナーの完成です。最終的に成功したんでよかったですわ。では早速実食といきましょう。それでは、いただきます。まずはこの大豆ミートハンバーグから食べます。美味しい。普通にうまいです。デミグラスソースで味がしっかりしてるので、肉じゃない違和感が消されてて最高です。ちなみにアイスのコーンも一緒に食べたんですけど、デミグラスハンバーグをコーンの中に入れて食べると甘じょっぱくてよく合いました。ミスターテナは相性がいいことを知ってて、ヴィーガンステーキにアイスのコーンを組み合わせたのでしょうか？もう今の時点で満足度高いですが、次はバタースコッチシナモンパイを食べます。うますぎる。シナモンとバターの風味とホイップクリームの甘みがお互いの味の主張の邪魔をせず、口当たりもうるさすぎず、滑らかな口どけで癖になりますね。ごちそうさまでした。ガチで美味しかったです。TV ディナーってこんなにうまかったんですね。本当に美味しいのでまた作ってみたいなと思いました。やりたいことは全て終えたので動画の締めに入っていきましょう。実際作ってみて、内容を考察したり、実際に作れるか考えたり、料理してるときとても楽しかったです。あと作ってて思ったんですが、ぜひデルタユーンのコラボカフェとかやってほしいなと思いました。今回みたいな作中で出てきた回復アイテムや、チャプター2に出てきたクリスティーなどのドリンクを飲んでみたいです。Dear Toby Fox, I would be delighted if you could hold a collaboration cafe in Japan featuring recreated Deltarune recovery items and more. Thank you very much in advance. 誰なんでしょうね。ではそろそろこの番組も締めたいと思います。材料は全てスーパーで買えるものなので、よかったら皆さんも作ってみてはいかがでしょうか？長丁場になってしまいましたが、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もし食べてみたくなったら再現してみてね。インターネットから拾ってきたレシピ参考にしてるので。やべえ、口が